あ、これめっちゃ美味しい。ちょっとねニンニクが若干効いてて。ということでね、今回のこの2泊3日、実際かかった金は意外とお得というか、これホテル代も入ってるんでね、すごい僕はお得だと思います。はい、皆さんこんにちは。空が大好き空ネオでございます。はい、今私はですねトルコのイスタンブール空港に来ておりまして、ただいまの時間はね、はい、5時45分でございます。はい、到着してねびっくりしたのはこのイスタンブール空港ね、中の綺麗さ、めっちゃおしゃれでめっちゃ綺麗。結構洗練されてて新しい感じがめちゃめちゃします。はい、ちょっと今日やる企画なんですけども、こちら今僕持ってるのがね350ドル持っております。約日本円で5万円ですね。トルコリラがね大暴落している中、果たしてこの2泊3日でねこのイスタンブール過ごせるかどうかっていうのをやってみたいと思います。はい、でトルコリラなんですけども、すごい今はね最新レートだと確かね 5.92 なんですよね。2019年2月、約ね3年前だとその時ね1リラ20円なんで、今より4倍高いんですよ。ってことで今 5.9 に約6なんで、すごいお得に旅行できるんじゃないかなと思います。はい、で5万円なんですけども、もうね、ホテルは取ってありまして、2泊3日合計で1万3759円で取りました。ということで、残りがね、残りは実質この3万6000円で2泊3日を過ごす必要があります。で、何をするかというと、ここで、泊まるは入ってますね。あと見ると食べる3万6000円でやりたいと思います。多分ねいけると思うんですよね。結構トルコそんなに物価高くないんで多分いけると思います。一応ねスタートは、今から僕バスに乗ってホテルに着くんですけども、そのホテルに着いてからチェックインした後からスタートとします。では行ってまいります。 GO！ 今の時間はね、7時53分なんですけども、空港出てね、結構ね空港結構遠くて約57キロぐらいかな離れていて、はい、やっとホテルに到着しました。はい、こんな感じの部屋なんですけども、シングルルームでね、もう全然これありだと思います。1泊約8000円ぐらいなんで、全然1人には十分ですね。一応ね、こっちが洗面所で、はい、向こうにお風呂場ですね。トイレともう綺麗でバッチシです。そして、トルコはねこういう風なコンセントはねこんな形してるんで、変換プラグが必要ですね。イスタンブールカーっていうのがあったり、なんかスイカみたいなもんですね。このカード単体はね50リラ約300円で、中にもチャージしまして、一応ね300円ぐらいチャージしました。ではねこれを使って、はい、どんどん地下鉄を乗っていきたいと思います。地下鉄とトラムとかもねこれ乗れます。はい、まず1つ目の観光スポットですね。こちら、ドルマバフチェ宮殿と言います。じゃあチケット買いましょう。Can I pay by card? One ticket, please. チケット450リラ、約3000円いかないぐらいですね。はい、実はねこのドルマバフチェ宮殿っていうのはね、簡単に言うと皇帝が住む宮殿ですね。でオスマン帝国の、末期ですね、1856年に建てられました。でこれ何がするかというと、これオスマン帝国のね年間税収の4分の1をねつぎ込んで建てられた超豪華な宮殿なんですよね。で中はもちろん金色に輝く超ド派手な装飾がいろいろあって、それがすごい見応えがあります。
オスマン帝国のね、皇帝がいなくなった後も、政府の迎賓館として使われていたりとか、あとは大統領の執務室というふうに使われていました。中はね、実は女性たちが暮らすハレムというのがあって、このハレムもね、すごい豪華で見応えがあるんですよね。残念ながらでね、中は写真撮影禁止ですので、気になる方はね、ぜひ公式ツイッターとかにね、一応写真出ているので、見てみてください。はい、ちょっとさっきね、そこができたんですけども、そこにタクシーにね、ちょっと行き場所を伝えまして、いくらかって聞いたところ、2キロの距離なんですけども、約150リラというふうに言われました。ウーバーとか呼ぶとね、だいたい40、50いかないぐらいなんで、本当にね、このトルコのタクシーってすごいぼったくりじゃないんですけど、ウーバーとか使った方がめっちゃいいと思います。あ、これ美味しそう。これ食べたいな。How much is one? 50 lira. 50. Thank you. はい、スイカ。全然美味しい。シャリシャリ感は全然あるんですけども、甘さがねちょっと足りないんですけども、全然日本でも安いスイカだと多分この味なんで美味しい。もうね、トルコといったらね、ケバブですよ。結構ね、ここレビュー高かったんで、ここで お昼ご飯を食べたいと思います。わあ、すごい。ここね、ウェットバーガーが有名らしいんですよね。ウェットバーガーと、あとケバブサンドを食べたいと思うんですけども。よし、コーク値段はね、25リラ、約90円いかないくらいですね。あ、うまっ。ではこのウェットバーガー、これはね、ここのすごい人気なメニューなんですよね。ちょっとね、濡れてる感じですね。これめっちゃ美味しい。ちょっとね、ニンニクが若干効いてて、少しちょっと甘めかな。めちゃめちゃ美味しい。これレビューでもね、これマックのハンバーガーで美味しいって書いてあったんですけども、本当そうですね。これ96円です。めっちゃ美味しい。これはい。でもう一個注文したのはこのミートロールっていうんですけども、ミートドナーロールみたいな、ちょっとね、こんな感じ。これビーフなんですよね。食べてみたいと思います。ビーフはラムっぽい臭さがあるビーフですね。そうね、やっぱ独特の臭みがあるんで、日本ではね絶対味わえないこの臭みですね。もしかしたら苦手な人多いかもしれないです。中に入っているのはね、パプリカ、トマト、ポテト、お肉、あとはピクルスのキュウリですね。はい、もうね、一気にここ人が増えましたね。ここね、はい、イスティクラル通りというんですけども、繁華街、保護者天国みたいな通りですね。でそしてこっちすごいもうね、ケバブ屋さんがめっちゃある。ここもそうですし、こっちもある。で向こうもある。全部ケバブ。素晴らしい。ちょっとこれ買ってみたいと思います。ここね、トウモロコシと、あとこれ栗もね売ってあります。なんか上にね塩を振るらしいんですよね。これね、日本みたいなめっちゃ甘いコーンではない、トウモロコシではないんですけども、でもちょっとね上にね、塩が振ってあって、この絶妙なね塩加減とコーンの旨味もねちょっと若干出てるんですよ。美味しい。これ
あと最後に来る若干のこのトウモロコシの甘み、めちゃめちゃ美味しい。本当にこれはおすすめです。 How much is one? Which one do you want, my friend? Catch it, please. Catch it. Upa. How much is one? Which one? Price? Yes, menu. Oh, your papa. ああすごい。 Big man, big ice cream. あ OK。 Bunny, chocolate, pistachio, lemon, strawberry. Chocolate Chocolate, yes. for a small one please. Small? Okay. Oh yeah, maybe have mix. Mix, okay. One minute. Balloon. Oh. Pa. Okay. Catch it, please. Take it, my friend. Yes, please. Thank you, bro. Thank you. You're welcome. Free gift, free. Thank you. Yes, please. Come here. Come here, Papa. Thank you. 100リラですね。600円は超高いと思うんですけども、本当にパフォーマンスですね。ここの通りで食べてます。なんかね、このネバネバ成分はなんか取ることしか取れない花の成分からできてるらしくて、で一応なんかね輸出禁止らしいんですよ。アイスはねめっちゃ美味しい。だからちょっとねすごい割高ですね。はい、このねイスティクラムのね通りを歩いてて、ここねフードカーがあるんですけども、多分これドーナツ屋ですかね。こういうちっちゃい系ドーナツですね。ハロー。せっかくなんでちょっと並んでみましょう。なんか皆さんお金払ってなくて、これ無料なんですかね。How much? No money. No money. Okay. これね、揚げたてサクサクですごく美味しい。しかもね、甘くないんですよ。なんかこれシロップにつけるかと思いきや、そんなに甘くないんで美味しい。はい、ではね、ガラダ島に到着しました。はい、ここですね。夜はねライトアップされてもう少し綺麗になるらしいんですけども、これがね日中はこんな感じです。お金払えばね上まで行けるらしいんですけど、350リラかな。だいたい2000円ぐらいかな。ちょっとね高いんで上に行くのは今回はやめます。結構トルコねこんな感じのね野良犬がすごい多いんですよね。あと野良猫もすごい多かったです。はい、もう観光客ばっかですね。本当に一本ツンと立ってるタワーですね。トルココーヒーを注文しました。本場で飲むのは初めてですね。これはちょっと砂糖は入れてたんで多分甘いと思います。セブンで飲むようなホットコーヒーの味ではないんですけども、ちょっと甘めのある水っぽい甘いコーヒーって感じです。65リラです。約400円いかないぐらいかな。結構ねここはなんか撮影してるとカメラを持ってるとね、なんか YouTuber かってすごい聞かれるんですよね。 YouTube だよって聞くとなんかチャンネル名を聞かれて、なんか見てくれるのかな分かんないけど、で
てもすごい寛容ですね。なんか YouTuber に優しい街、そんな感じがしました。このビューがねすごい綺麗なんですけども、ガラタ島ですね。でこの通りがねずっとこういう風な、周りは全部カフェなんですけども、ヨーロッパの雰囲気がめちゃめちゃあります。ちょっとね特に考えずに、これはねどこ行くかもちょっと分かんないんですけど、とりあえず乗ります。これがね旧市街ですね。ここ見えてるのが。でそしてこのガラタ島の下を、ガラタ橋の下を通ります。これはねなんか売ってますね。チャイとか売ってますね。エイトって言ったかな。エイト、あ、紅茶だな。これはストレートの紅茶ですね。いや綺麗ですね。風もね気持ちよくてすごいいいですね。フェリーはね、12リラなんで約72円ぐらい。どこまで乗っていいかちょっと分かんないんですけども、はい、めちゃめちゃいいと思います。はい、ちょっとね地下鉄乗ってここに来たんですけども、ここはね高級デパート、高級ショッピングモールみたいなところですね。ここでね行きたいところがあるんですけども、はい、もうそこ分かれるかな。アップルストア。実はここ世界で一番丸々な iPhone が売ってるんですよね。はい、ということでねちょっとお値段を見ていきたいと思います。トルコリラがすごい大暴落してるんで、果たして安いのか高いのかどっちなんでしょうね。よし、来た。アップルストア。 Mac、iPad、iPhone の順で見ていきたいと思います。まず Mac からいきましょう。せっかくなんで新しい MacBook Air あるかな。256、これか。これになりますね。35499テラ、35499リラ。ちょっと調べてみましょう。まあ日本円直すと約、21万円でございます。じゃあ日本で買うといくらになるかというと、じゃじゃん、同じものですね。16万4000円なので、トルコで買うと約5万円、6万円いかないぐらいかな。高いですね。はい、これがね iPad Pro なんですけども、今回この1テラの Wi-Fi モデルを見てみますと、ここだとね569999リラ、33万7000円なんですけども、日本で買うといくらか。28万4000円なので、約6万かな。6万いかないぐらい高いですね。こちらね iPhone Pro Max なんですけども、まず日本のお値段を見てみましょう。日本はね、一応これ 1TB 一番でかいやつしまして約23万9800円となります。もう十分高いんですけども、トルコだといくらになるのか。こちら1テラですね。14 Pro Max 1テラ7万6499リラ。これをね円に直すとね衝撃の45万3000円。日本の2倍いかないぐらいかな。でもギリギリ2倍いかないぐらいですね。めっちゃすごい。45万、これですよ。すごいな。僕もしトルコ住んでたらもう iPhone なんで到底買えないと思います。おはようございます。ということで、2日目ですね。で、こちらのホテルの朝食なんですけども、実はこんなにすごい種類がありまして、
これがなんとね、0円で食べることができました。その中でも特にね、このスイカとメロンがね、すごく美味しかったです。はい、ではね、朝食食べ終わった後ですね、今日は観光ということで、トルコ有名な観光地を3つ回っていきたいと思います。まず1つ目はですね、こちらはアヤソフィアというんですけども、ユネスコの世界遺産でございます。トルコの国内最大のね、観光名所でもありまして、はい、で早速中に入ったんですけども、実は僕ね、この日短パン半袖でして、短パンはね入れないので、入り口のところでですね、こちらのカッパを買う必要がありました。大体ね、カッパはね、160円くらいかかりました。入場料とかはね、かからないので、カッパの160円のみで入場することができました。はい、でこのカッパをね、着てみたんですけれども、長さがあんまり足りてなくてですね、僕の足も結構出てました。あんまりこれ意味あるのかなというふうに思いましたね。はい、ではね、靴を脱いで早速中に入りたいと思います。ここはどういうところかというとね、もともとはキリスト教の礼拝所として建てられていたんですけれども、その後、イスラム教のモスクとして使用されていたものです。このキリスト教の要素もありつつ、今見えるイスラム教の要素もあるハイブリッドなモスク、教会というようなところでした。でね、このようにね、メンズセクションというのがありまして、男性のみしか入れなかったです。はい、でここ入るとね、すごい本当に特別エリアみたいな感じで VIP な気分になりました。はい、実はね、ここ2020年の7月まで博物館として使われておりまして、でモスクになったのはね、実はつい最近のことなんですよね。そして、ね、上に見えるこの白い布の奥に隠れているのがね、このキリスト教の、マリア像だったかなですね。はい。で、この周りに見えるこの大きい円盤に書いてあるこの字なんですけども、これはね、イスラム教の聖居者の名前が書いてあるそうです。はい。では、ここ、アヤソフィアを出まして、このね、アヤソフィアの本当に目の前にあるのがね、この次の観光地でもあります、スルタン・アフメト・モスクですね。で、これもね、イスタンブールのすごい有名な観光地でして、はい、でこれ近くまで行くとですね、とんがってるこの細いタワーがね、これ約6本あるんですけども、これなぜね、6本あるかというと、実はね、当時の皇帝、王様はですね、金のタワーを作るように建築の人に命じたんですけども、なんかこの金と6っていうの発音がすごい似ていてねですね、この建築の人は、6に聞き間違えたことから、6個のタワーになったと、そんな歴史があるみたいです。この庭に入るとですね、青い空と白い建物がすごくマッチしていてですね、とても綺麗でした。で、中もね、天井もすごい高くて、こちらもね、すごい豪華な感じで、めちゃめちゃ見応えがあって、すごい良かったです。はい、ちなみにこのモスクもですね、こちら入場料かからず0円でした。はい、ではこれを後にして次に向かったのはですね、トプカプ宮殿でございます。これね、どういうところかというと、オスマン帝国の、王様がかつて住んでいた城だそうです。でこれはね、入場料かかりまして、約ね、3300円ほどかかりました。はい、でこの中はね、めちゃめちゃ広くてですね、大体全部を見るのにね、2時間ぐらいはかかりました。その中でもね、私は個人的に好きだったものを2つご紹介したいと思います。まず1つ目がこちら、王様の愛人たちが住むハレムというところがあるんですけども、このハレムにある広間ですね。これね、漢字書くとね、謁見所というふうに書くんですけども、ここどういうところかというと、実はこの王様といわゆる愛人たちがね、一緒に過ごす場所だそうです。でね、金色とか赤色とか、いわゆるこう強めの色をね、すごい使っていて、豪華で、派手で、とてもね、見応えがありました。はい。すごい、男性には羨ましい場所でしたね。はい。そして2つ目ですね。これ、建物なんですけども、実はこれね、上に煙突があって、10本の煙突があるんですけども、何するところか分かりますでしょうか？実はこれね、台所なんですよね。というのもね、これ昔1200人ものシェフがね、絶えずここで料理とかをして研究していたんだそうです。
はい、ということで実は、世界三大料理っていうのはね、トルコ料理一つ入ってるんですけども、このトルコ料理のね凄さというのもね、なんだか納得できますよね。中はねどういうところかというと、いろんな昔使っていたお鍋とか食器とかそういうのを展示してありました。はい、ではね最後にこの番外編なんですけども、実はこれグランドバザールというイスタンブールにある世界最大級の市場に来てるんですけども、実はここでね面白いお店を見つけたので、ご紹介したいと思います。有名なね塩振りおじさんがいるんですけども、その人がね経営するレストランがね実はここにありました。なんとね僕も初めて知ったんですけども、このおじさんってトルコの人だったんですね。で世界各地にねこの店舗があるらしいんですけども、実はこのイスタンブールにあるこの店舗がね一番有名だそうです。熱い、冷えてるんでねいただきます。今回注文したのこのチキンレッグみたいな、これが2つ入ってるのと、お米とサラダ、付け合わせのお野菜とパンとスパイスソース、鶏めちゃめちゃ美味しそうですね。美味しい。パンもねちゃんとトーストされてる感じですごく美味しい。結構ねここ鶏肉食べる文化もすごいんで、鶏肉大体ね選んどけば間違いないと思います。はい、てな感じでねトルコ実質2日滞在しまして、明日はですねもうねカッパドキアの方にもう向かいたいと思います。はい、でこの約2日間使ったお金なんですけども、ちょっと計算しましたところ5273リラ、円直すと3万1100円ですねとなりました。明日はねもう朝ごはんもホテルに着いてて、でそのままもう空港に向かうんで、特にねお金を使う予定はないかなと思います。ということでね、今回のこの2泊3日実質はね、約丸々2日なんですけれども、意外とお得というか、これホテル代も入ってるんでね、すごい僕はお得だと思います。で結構僕ね観光地もほぼ全て回りましたし、あとね唯一回ってないのが、イスタンブールの地下貯水湖かな、あそこもね入場料が必要で、なんか2000円いかないぐらいの入場料かかるんですけども、ちょっとねそこはもう、ネットの載ってる写真でいいかなと思って、ちょっと今回はそこはスキップしました。で今回お土産は入れてないんですけども、残り2万円でね全然お土産僕買えると思います。ただねこのトルコはヨーロッパと思って来てしまうと結構がっかりするところあります。結構アジアっぽさもあって、ちょっとカオスといいますかわちゃわちゃ感が、やっぱりあるので、はい、すごい綺麗なヨーロッパという感じのイメージで来てしまうとがっかりすると思います。ではね今回はね、この2泊3日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ぜひね高評価とあとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではね次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。イエイ。